本動画の結論。中大型モデルは必ず使ってほしい時短精度簡単の3拍子 0.6 ノズルのメリットがとても良かった。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんは 0.6mm ノズルを使ったことはありますでしょうか？バンブーラブには 0.6mm ノズルが用意されていて、パラメータも準備されています。そこで今回はバンブーラブの 0.6mm ノズルを使っていろいろと試してみました。これまで他のメーカーの 0.6mm ノズルを使ったことはありますが、バンブーラブは導入しやすくプリントするまで迷うことがないと思います。プリント時間を短縮したい 0.6mm ノズルって実際どうなの？始め方がわからないといった要望疑問がある方はぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、今回使う機器・備品について。2、いろんなパターンでプリントした結果。3、超簡単ノズル交換方法について。4、バンブースタジオの設定方法について。5、0.6mm ノズル、こんな使い方がおすすめ。以上5つを詳しく解説していきます。それでは1つ目の今回使う機器・備品について解説していきます。今回はよく使っているバンブーラブ A1 ミニを使います。価格も安くなっていて手頃なサイズなのでおすすめです。機械は別の動画でご紹介していますので参考にしてください。フィラメントはバンブーラブ PLA ベーシックやカーボン入りの PLACF を使っていきます。ノズルはこの 0.6mm ノズルを使います。一番左が 0.2mm で真ん中が焼き入れした 0.4mm ノズルです。ただ 0.6mm ノズルはこの2つとは違うところがあります。ここの表記の仕方が違うんです。バンブーラブの表記がないですし、文字の向きも違いますね。実はこの 0.6mm ノズルは純正品ではありません。本当は純正が欲しかったんですが、在庫がなかったんですよね。仕方なく Amazon で購入しました。ただ、後で見てみたら在庫ありになっていたので、もし欲しい場合は随時確認してみてください。Amazon では2300円くらいで購入しましたが、純正だと2000円弱で購入できます。純正じゃないのにちょっと高い。純正じゃなくても問題なく使えるかの検証もできるので、今回はこちらを使っていきます。それでは2つ目のいろんなパターンでプリントした結果を解説していきます。では実際にプリントしたものを見ていこうと思いますが、その前にバンブースタジオというスライサーソフトについて少し説明します。バンブースタジオには機種ごとに 0.6mm ノズルや 0.8mm ノズルのパラメータのテンプレートが多く用意されています。これは結構重要なことで、メーカーによっては標準の 0.4mm ノズル以外のパラメータが用意されていないことも多いです。その場合は Web で調べたり自分でパラメータを探るということも必要になってきます。そのためノズルを購入する前なんかはこのあたりをしっかり調べておいた方がいいです。ではまず最初はベンチマークモデルを 0.42mm の積層ピッチでプリントしてみます。通常は 0.2mm なのでかなり厚めの設定です。仕上がりはこんな感じになりました。とりあえずテンプレートの値通りでプリントしても問題ないですね。純正ノズルではないですが、その点も良さそうです。やっぱり 0.42mm なので積層痕は目立っています。あとオーバーハング部分ですが、急なところはちょっと樹脂だれが目立つ結果でした。表面部の文字はやや潰れている感じがあります。円柱や図形は綺麗にできていますね。続いて 0.18mm の積層ピッチでプリントしたものです。細かいピッチなだけあって積層はかなり滑らかです。0.6mm ノズルでも細かい積層ピッチでプリントできるのか疑問でしたが、結構綺麗に仕上がりました。パラメータはしっかり作り込まれている感じがします。表面部に関しては先ほどと違いはありませんが、底面積層ピッチに関しては 0.4mm ノズルに匹敵する綺麗さです。続いてはサポートが必要なモデルをプリントしてみます。今回は同じモデルを2つ並べてサポートの Z 間隔の値を変えて比較用にそれぞれプリントします。サポートの Z 間隔はサポートの剥がしやすさに影響する項目です。サポートの設定方法はプロセスの全般が選択された状態でシステムプリセットのプルダウンをクリックします。積層ピッチ 0.3mm のテンプレートを選択します。OBJ をクリックします。2つのモデルのうち1つを選択します。サポートタブをクリックし、有効化にチェックを入れます。タイプはツリー自動にします。ちなみにツリーにすると木の枝のように横からサポートを伸ばしてくれるので仕上がりが良くなる場合があります。ビルドプレートのみにチェックを入れます。ちなみにビルドプレートのみにチェックを入れないとパイプの中までサポートがついてしまいます。トップ面との Z 間隔の値が 0.2mm になっていることを確認します。もう一つのモデルの方はこの値を 0.25mm に変更します。
スライスしてみるとこのようになります。パッと見は違いは見られませんが、サポートとモデルの距離に違いがあります。プリントしてみた結果はこんな感じです。結構良さそうに見えます。まずは Z 間隔 0.2mm のものを剥がします。特にくっつきすぎているわけでもなく問題なく剥がせました。サポートがついていたところも比較的綺麗です。続いて Z 間隔 0.25mm の方を剥がしていきます。こちらもあまり変わらない感じで剥がすことができました。Z 間隔は初期値の 0.2mm のままで特に値を変えなくても問題なさそうですね。続いてはこんな感じの少し大きめのモデルをプリントしてみます。 0.6mm ノズルは大きいモデルをプリントするのに向いています。せっかくなんで今回はマルチカラー PLACF を使ってプリントしてみます。結果はこんな感じです。積層ピッチは 0.3mm でプリントしましたが、言うことがないくらい綺麗に仕上がりました。通常 0.6mm ノズルだと底面に太い造形線が目立ってしまうのですが、テクスチャープレートなので目立たなくていいですね。トップ面もほとんど造形線が見えません。カーボンファイバーだと線が目立たなくなる特徴があるので相性がいいです。ネジ部分はちょっと粗さが出ていますが、樹脂だれしていることもなくプリントできています。結果的に 0.4mm ノズルで作ったものとあまり遜色ないレベルです。またプリント時間ですが 0.4mm ノズルの 0.2mm ピッチだとおよそ9時間14分必要でした。一方 0.6mm ノズルの 0.3mm ピッチだと6時間33分でプリントできます。およそ2時間半くらい短縮されています。最近は高速機が主流なので、それに加えて 0.6mm ノズルなどの径の大きいノズルを使うとさらに短時間でプリントすることができそうです。続いては小さいモデルをプリントしてみます。大きさは 100%、50%、30% にしたサイズでそれぞれプリントします。結果はこんな感じです。まずは 100% を見ていきます。綺麗にできています。ちなみに積層ピッチは 0.3mm です。続いて 50% に縮小したものです。50% だと細かいところは難しいと思っていましたが、意外と綺麗にできました。機械の精度の良さもあると思います。続いて 30% です。まず煙突がないですね。積層も粗く、横の丸穴も潰れかかっています。ここまで来るとやはり厳しい感じです。ちなみに 0.2mm ノズルを使った場合の結果がこちらです。同じ 30% ですがめちゃくちゃ綺麗に再現できていますよね。0.2mm ノズルで色々と試した動画もありますので、そちらも参考にしてください。それでは3つ目の超簡単ノズル交換方法について解説していきます。0.6mm ノズルを使うにはノズル交換をしなければなりません。これが結構面倒だと思う方も多いと思います。ところがバンブーラブ A1 ミニは簡単に作業できますので、頻繁に交換したとしてもそこまで手間はかかりません。まずフロントカバーを外します。爪で固定されているので工具がなくても外れます。シリコンカバーを手で外します。ノズルをロックしている留め具を解除します。爪でも取れますが、やりにくい場合はピンセットなどを使いましょう。ノズルはマグネットで固定されているので、力を加えれば外すことができます。たまにがっちりついていることがあるので、その場合はラジオペンチなどで取ります。取り付けは逆の手順で取り付ければ OK です。取り付け後は一通りのキャリブレーションを実施して完了です。それでは4つ目のバンブースタジオの設定方法について解説していきます。ノズル交換後はバンブースタジオで設定をしていきます。バンブースタジオを使ったことがない方はダウンロードしてインストールしてください。詳しいやり方はこちらの動画も参考にしてください。では 0.6mm ノズルの使用方法ですが、バンブースタジオを起動して画面左のプリンター欄にある歯車マークをクリックします。するとプリンター一覧が表示されるので、お持ちの機種の 0.6mm ノズルにチェックを入れて確認をクリックします。確認を押すとこのような画面が出てくることがあります。これは機種が変わったことで設定値を引き継ぐかどうかの確認画面です。左側が前の値で右側が新しい値になります。変更した値で保存、変更された値を破棄、変更された値を使用するのいずれかを選びます。画面左上のプリンター選択プルダウンをクリックするとチェックを入れた機種が追加されます。ここから下にあるシステムプリセットのプルダウンからお好きなテンプレートを選択します。基本的な設定は以上となります。それでは5つ目の 0.6mm ノズル、こんな使い方がおすすめを解説していきます。まず1つ目はトラブルを起こしたくない場合です。ノズル径が大きいほどノズル詰まりのトラブルを減らすことができます。ノズル内には焦げやゴミなどが溜まってしまうことがありますが、ノズル径が大きいと排出されやすくなり、詰まりを予防できます。また、木質、ナイロン系カーボンはノズル詰まりが起きやすいフィラメントです。そのため 0.6mm や 0.8mm ノズルを使うことをお勧めします。2つ目はプリント時間を短縮したい場合です。
ノズル径が大きいと造形線やピッチを厚くすることができるので時間短縮になります。3つ目はカーボンファイバーフィラメントとの組み合わせです。通常 0.6mm ノズルを使うと造形線が太くなるのでトップ面は造形線が目立ってしまいます。ところが PLACF などのカーボンフィラメントを使うと造形線が目立ちにくくなります。それでは本動画をまとめていきます。バンブースタジオはテンプレートが用意されており実際に使えるものでした。0.6mm ノズルのテンプレート、多くの種類のパラメータのテンプレートが用意されています。難しい調整をしなくても 0.6mm ノズルを使うことができるのでとてもやりやすいです。2つ目は綺麗な積層に仕上げられる点です。0.18mm という細かい設定でプリントすることができ、とても解像度の高い積層に仕上がります。0.42mm ピッチの厚めの設定も可能で、これも精度よくプリントすることができました。3つ目は底面が綺麗に仕上がる点です。0.6mm ノズルの造形線は一般的に太くなります。ですが、テクスチャプレートを使用すれば造形線がほとんど見えなくなります。3D プリンター感が薄れて見た目がとても良くなります。4つ目はノズル交換がとても簡単な点です。バンブーラブ A1 ミニは六角レンチがなくても簡単にノズル交換ができます。交換する面倒が少ないので 0.4mm や 0.2mm などの切り替え運用がやりやすいです。5つ目は小さいモデルが苦手な点です。0.6mm ノズルは造形線が太いため小さいモデルのプリントをしようとすると潰れてしまいます。モデルのサイズによってノズルを使い分けるようにしましょう。6つ目はトップ面の再現が苦手な点です。どの 3D プリンターも同じですが 0.6mm ノズルは線が太いため微細な表現には不向きです。モデルの表面に文字やデザインがある場合には注意しましょう。まとめは以上となります。動画内でご紹介した機器、備品、関連動画は概要欄でご紹介していますので、ぜひチェックしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。